ここはオランダの首都アムステルダム。運河が張り巡らされた美しい街並みに加え、ゴッホの美術館やアンネ・フランクの家などがあり、芸術や歴史の感じられるヨーロッパの人気な観光地の一つです。街を走る自転車の多さやリベラルな街としても知られます。かつては商業と交通のために発達した運河ですが、今ではその主力をトラックに譲り、オランダは今やヨーロッパ随一のトラック大国ともいえる国です。そんな歴史ある交通の街に降り立ったのは瀬野博之、この物語のチャレンジャー、セノプロトラックスの代表取締役社長。北海道から沖縄まで100台以上のトラックを改造し、カスタムトラック業界の中では誰もが知る男。今年はヨーロッパ最大のトラックの祭典、トラックスターフェスティバルに出場するため、日本からはるばる1台のカスタムトラックを2ヶ月かけて持ってきた。国際的なステージで彼の作品がどう評価されるのか、実力を試しに来たのだ。今回はアッセンで開催されるトラックスターに日本で作ったスカニアを出品するために持っていた。出張の主な目的は？今オランダで作ってるボディの製作途中の打ち合わせと、あと LED メーカーとかの商品の新商品の説明とか、ベルギーにあるベルサスっていう会社のカーテン車の受注と、主にそれがメイン。最後にトラックスター。ここで瀬野さんと一緒に挑戦する旅の仲間を紹介しよう。永井社長、横浜に本社を構える TP サービスという会社の代表取締役社長。関東をメインにトータル物流サービスを展開し、車両台数は60台。瀬野さんの友人であり、よく瀬野さんにトラックのカスタムをお願いしている。カニさん、本名はカニオス・アレクサンダー・ピョトル。ポーランド出身。ヨーロッパを制覇した元長距離トラックドライバー。日本語は独学で習得し、1月前にセノプロトラックスに入社。唯一の海外事業担当だ。カニさんはうちのスタッフやからな、一応、通訳みたいなもんやな。永井社長はついてきた、いつも一緒やからな。全然勝手に行ったら怒るやろうし、しかし初日からトラブル発生。服やお土産10日間のすべてが入った瀬野さんのバッグがロストバゲージしてしまったのです。1日目はもう空港着いて荷物待ってたら荷物出てきひんかって、2時間も3時間もああだこうだされて、たらい回しにされて。いただいて、この2つの番号を入れていただきますと、捜索ファイルPIR 番号っていうのが出るんですね、はい、でこの PIR 番号が出ないと私ども何もできないんですね。挙句の果てにはもう結局はもう見つからず、4日間同じパンツを履いたの人生初めて。しかしそんな瀬野さんにもサプライズが。この大きなヨーロッパ縦断の旅に小さなレンタカーは似合わない。もっと大きなものが待ち受けていた。待っていたのはジョロダー社のセールスディレクターバウターさん。瀬野さんのヨーロッパにおける大事なビジネスパートナーの一人です。まさかでかっ。This one, eh? でかっ。嘘。ほんまにSeno style, eh? For real? This one? Wat is dat dan filmen? そう、モーターコーチエース。フォード F53 のシャーシをベースにしたアルミとファイバーグラスで作られたボディ。全長 9.6 メートル、高さ 3.7 メートル、幅 2.5 メートル。トリトン V8 エンジン搭載、350馬力。2人寝られるベッドが4つ。
ガスコンロ、中型冷蔵庫、電子レンジはありません。テレビは2台、洗面台、トイレ、シャワー。ヨーロッパを横断するにはもってこいのキャンピングカーだ。瀬野さん、感想お願いします。前かなと思ってあれかな、じゃあ左かそれよりまだ一回りでかいもんなこれ。ベッドはまだジャイケン？そうですね。なんでなんで結局ベッド争奪戦のじゃんけんに負けた瀬野さんとカメラマンは後部座席のダブルベッドをシェアすることになりましたとさ。バウターさん、そしてキャンピングカーの会社のスタッフの皆さん、ありがとうございました。それでは行ってきます。怖いなこれ。近いなんでそんな近いの？なんでやねん。ベルサスはカーテン社の会社で、ベルサス、初めて知ったのもコロナ前やったんやけどね。ちょっといろんな、コロナだったりっていうのは一番の理由やけど、展示会がなかったからね、同時にコロナでイベントもなければ展示会もない、トラックショーもない、その中でデモ車を1台2本で作ってたんやけど、みんなに見せる機会がなかったからちょっと下火かなと思って、で今回ジャパントラックショー5月出して結構反響あったんで、本格的に作っていこうかなと。で一応10台発注してきました。やっぱり日本のウィングボードより何がいて、いろんないい意味あるけど油圧を使ってないだったり、時短になるし、箱の中を開けるのもウィングのボタン開けやんでもガラガラと開けるだけでね、箱の中開くんで、早いかなと。あと軽い、ウィングボードより軽いということは10トンでも、10トン車っていわゆる車両総重量25トン車でもウィングボディだったら大体13トン200ぐらいだけど、14トンに限りなく近い積載率があるんかなっていうのを期待して、実際多分14トン取れると思うんで、入れていこうかなと思います。Japanese side was this penta wave and this is fantastic. カーテンは濡れるっていう固定概念あるかもしれないけど、いろんな角度から、雨降ってる時も走らせたりしてるけど、全く雨が入る要素がないから、なんか結構カーテンってペラペラやから入るんじゃないのっていう荷主さんが多いかもしれないけど、実際使っても雨漏りはなし。
カーテン車の嫌なところってまず日本の運送会社でも、物流会社でもネガティブなとこから入っていくから、じゃあ一回見せてよって言って、まず口で言っても画面で見ても、パンフレットで見ても分からないと。じゃあ生で見せてくれな分からないよっていうので、まず第1号車生のやつを作った。売れる売れない分からないけど作って、現物を見てもらうのが一番かなと思って、でそれを見せたのが、ジャパントラックショー、それで反響良かったから、今後ちょっと入れていこうかなと。ベルサスの皆さん、お邪魔しました。カニです。もともとはヨーロッパで長距離ドライバーをやっていて、最近はセノプロトラックスカニトラックのカニです。最近カニです。カニと呼ばれてます。もともとはポーランドの会社で働いて、ヨーロッパの長距離ドライバー、もう一回ちょっと間違ったらもう終わり。いや前さカメラついてなかったらなんか普通に喋りができてるこんな質問されたら普通にこう平均答えられるのに、なんかボタン押したらもう違う。もう一回始めようか。自己紹介をお願いします。お仕事は何されていますか？カニと呼ばれてます。もともとはポーランドの会社でヨーロッパの中で長距離ドライバーとしての仕事をされてました。最近はセノプロトラックスの社員になりました。セノプロトラックスでは納車だったり通訳だったり、あと、お客さんヨーロッパのお客さんとの窓口をやってます。このヨーロッパで長距離ドライバーをやってた時に日本語で話しながら動画を作って YouTube に上げていました。それで瀬野さんがその動画を見て私に連絡をしました。で初めては去年7月オランダのトラクターで初めて出会って、そこから1年近く経ったけど、最近からは一緒に仕事をすることになりました。最近はもう長い間日本にいたから、久しぶりにこの前走ってたヨーロッパの道を久しぶりにまた走ってたら、ちょっと懐かしい気持ちにはなりました。これはカニさん乗ってたやつ？一緒。乗りやすかった？普通だった。でもこれはスカーニアで乗ってたのはボルボ。今まではただのヨーロッパの運転手の目線があったけど、今このカスタムトラック業界に入っていろいろやっぱり勉強しなきゃいけないことがいろいろありますから、今回の旅はこういう勉強はいろいろできると思います。カニさん、瀬野さんの関西弁と冗談は通訳しにくいけど頑張ってくださいね。そして次に向かったのがゴーインスタイルという会社です。ゴーインスタイルっていう会社は、主にこのヨーロッパだったり、初めて知ったけどニュージーランドに、アフターパーツ、スカニアだったりボルボだったりアフターパーツ、社外品のアフターパーツを販売している部品商かな、大きく言うと おしゃれな部品商、部品商って言ってもオイルエレメントだったりワイパーブレードゴム出したりそんなんじゃなくて、エアロ出したりリップスポイラー出したりハンドル出したり、カスタムパーツの部品商。歓迎してくれたのはオラフさんとヨスさん。お二人ともカスタムトラックへの情熱を持ち、長年トラック運送業界に携わってきたベテランたちです。オラフさんは昔ダフトラックで働いていたのだとか。ゴーインスタイルはもう思ってた以上に
オシャンティーな事務所で、なんか自分が無職やったらもうあんなとこで働けたら楽しいやろうなみたいな会社で、すごいおしゃれ、おしゃれで、オラフさんはじめね、みんなスタッフの方も日本から来たっていうことでいろいろ世話になって、お昼もごちそうになったし、ぜひ日本来たら3倍返ししておもてなししたいなと思うかな。瀬野さんにはゴーインスタイルにどうしてもお願いしたいことがありました。それはオランダ製ダフトラックを日本で初めて輸入すること。日本の運送会社はダフというトラックを全く知らないので、入れるとすごい話題になると思います。入れたいダフは大きいか小さい。 Japanese transportation companies have never heard of a truck called DUF, so I think it will become a big topic of conversation if it is included. Yes. But do you want the big one or small? The heavy one, the big one. ダフトラック、日本にね今1台も走ってない。だから入れたいっていうのは一番の理由だけど、これからやっぱり4トン車、大型じゃなくて、GVW8 トン車中型クラスのダフを入れて日本でね戦略を持って販売できたらなっていう、まず1台2台目ぐらいはデモ車として日本を走らせて、日本の人にダフトラックってあるよっていうのを知ってもらいたいなと。 Now it's only 3 weeks. There is It's a fully big closed? truck event at Fuji Speedway Yes. in October. I would like to import a duffel by then. Is that possible? 中古車でこの顔は怪しいぞ。中古車でも新車でもいいんですが入れたいです。 I would like to buy either. 今回ゴーインスタイルのねオラフさん話したけど、やっぱり現実考えるとやっぱ10月までに入れるのは不可能やっていうことでちょっとキャンセルっていうかね、本当に買おうと思ったらもうダフのやっぱりメーカーから欲しいから、今回一応ダフの中古車みたいなの買おうかなと思ったけど、やっぱり持ってくるのは新車を持ってきたい。それのためにはちょっと時間がいるかなっていうぐらい。This is tobacco from Holland, but it's very heavy tobacco, so it's very, very strong. I think we're gonna laugh. Are you ready? To have a look what we can do, and if it's not the luggage Be here, careful. Be careful. we can arrange. Maybe we can arrange, but biggest problem is when someone is driving. I don't think it's not legal because it's not registered. So I knew it's gonna happen. So you can try to get the numbers for it? No. yeah, I'll ask the just. Right, and try how- to arrange it. Even the numbers, it's still not なんかお酒酔ったみたいなのはこれ。アルコール？ If I do, It's if I, heavy because I'm tobacco. Dutch, I can. That's Golden Virginia. もういらんもう。ゴーインスタイルの紹介で特別な仮装屋さんに訪問することができました。昔のスカニアのスタイルを再現するので有名です。いやここはねブロスタインっていうオランダの会社で、いわゆるオランダのセノプロみたいな会社だけどね、本当にもう初めて来たけどやってる内容がね本当にプロフェッショナルで、本当にすごいの一言しか出ない。ここまでのね人数も少ない中ね、こういうトラックをだいたい8週間で完成させるっていうのもスピーディーだし、 8 weeks, 2 months. Yeah. So when it's coming in, これそんなに早いの？みんながね熟練度の増した人たちで作ってるのかなっていうのが、もうねこのまだ1時間ぐらいしか行ってないですけどよくわかります。 yeah. And they made 20. ボンネット付きのトラックはここではもう日本では走ってないけど、いまだにねヨーロッパってスカニアがこういうボンネット付きのトラックを走ってた時があって、昔
ながらにやっぱりこういうボンネットが欲しいっていう人がいまだにいるから、作ってる会社はヨーロッパでここだけ。まあ本当ね、そのやり方がね、まあ完成度の高いやり方やから、まあこれすごい勉強になったかな。一つの部品がほんまに完成されてて、まあ C といえばあんまり挨拶しないかな、工場の人間がもう黙々とやってる。まあ一度はね、日本で俺も走らしたい一つのトラックかなと思うんで、ただやっぱこれは連結延長が長くなるから日本ではフリー、あんまりこう、その分の長さが荷物の長さを短くするからもったいないっていうので誰もやりたがらないけど、まあ生で見たらね、ほんま欲しいなと思う。この子さっきから伝送やってたけど、やっぱね、僕が来た時に伝送品を組み付けしてからもう取り付けしてるのも早いかな。めちゃくちゃ早いと思う作業。無言で黙々としてるね。僕ら日本やったらもうあっちこっちで喋りまくってるから、喋ってないけど手動いてると思ったけど、この人らはほんまに無口で黙々と仕事をする。塗装屋さんにもお邪魔しました。ここは塗装工場らしい、オランダでやっぱり一二の、うまさを誇るというね塗装工場で、まあ実際工場の中入ったけどやってることはね、やっぱりね外国人してるから雑いんかな思うけど、本当に細かい、塗装するところトラックのねタイヤを中古のタイヤ入れたりとか、それはなぜかっていうとミスト乗らんように、ああいうね中古のタイヤ、こういうペイントしたタイヤ、こういうのを入れて塗装にすると。僕らやってるのはね、新車のタイヤ後でミスト吹いたりしてるけど、その手間もなくなるし、すごいこれは勉強になったかなと、まあ、パクろうかなと思ってる。ヨーロッパの中でカスタムトラックは国によって少しスタイルが違うけど、オランダは多分ヨーロッパの中では最もトラックのこのカスタムトラックのレベルが高いだと思います。塗装だったり、まあもう何でもレベルがトップです。塗装屋さんと仮装屋さん、日本でいうもう僕自身もカルチャーショックになったし、あんだけの少ない人数であんないいものを作ってるのかと、あれがトラックスターに出てるのかと、もう完全負けやね。僕らは負けやけど近づけることは今後可能なんで、まずは近づくこと、ヨーロッパのクオリティにあわよくばまあ5年後抜かせたらいいなと。5年後セノプロっていうトラックがヨーロッパでちょっと走ったら面白いなと思う。旅の途中でまたまたハプニング発生。コインランドリーに行ったけれども洗濯機の使い方がわからない。居合わせたお姉さんたちに助けてもらって、なんと洗剤まで分けてもらっちゃいました。ありがとう。ありがとう。キャンピングカーを止めていたのはオランダ南部のデンボッシュという町。豊かな文化遺産を持つ歴史的な都市で、中世の建物が有名です。ボッシェボルと呼ばれるパンが有名だそうです。食べなかったけどね。あれ変わってるな。あれ何ですか？あれ何ですか？あれカッパがなんか赤ちゃん食べてんじゃんな。そういう状況は初めてだった。3人ででかいキャンピングカーでヨーロッパを回るのは初めてだった。結構楽しかった。毎日みんなで移動して、そして夕方ご飯食べて、また朝起きてまた違う場所に行って、また違う会社に
見学して移動してましたから、まあいろいろ面白い旅だった。キャンピングカー生活どうですか？もういいかな。キャンピングカーの醍醐味はようわからん。もう二度とないと思う。面白いと思いません？いや、なんか意味がわからんな。なんか家で寝るのが一番やと思う。空いてる時間に何して過ごすのが好きですか？休み？子供。休みの日はもう子供とずっと。まだ5歳からな。今が親孝行してくれる時代やから。もう休みの日は目いっぱい子供と遊ぶ。しんどいけど。子供の言う通り行きたいとこ行かして、買いたいもん買わしてみたいな。さ、高いもんは買えへんけど。なんで写真撮んねん。写真。今はもう女の子やから、お父さん臭いとか言われるまでは親孝行してもらってると思ってるから、もし臭いとかキモいとか言われたらもうちょっと不良になるかな。じゃあね、りんちゃん、またかけるね。バイ。はい、俺先バツ押す。いや、押された。トララートはもうこの去年のトラックスターで初めて知り合って、ね、まさかここまで取引が進むと思わへんかって、もう今コンテナ2台かな輸入させてもらって、もうほぼセロブロで作る、ランプ類は全部トララートにしようかなと。で今回行ってテールランプと横のサイドマーカーランプを全部注文してきたんで、ほぼもうカスタムする上でトララートを使わないところはなくなったかなと思います。なんでトララートを使いたいと思うんですか？やっぱりトララートのマーティン社長はやっぱり直接取引してくれるっていうのはやっぱりありがたいなと。今までいろんなフォグランプメーカーとね発注してきたけど、いろんなところがね会社が噛んでるんで、その分コミッション乗ってるっていうことで結構割高で仕入れると。ということは僕が売るお客さんにも割高で販売することになるから、ちょっとでも少しでもリーズナブルに販売できるのはやっぱトララート。また性能ももちろんいいからね。結局何を買ったんですか？これ5台分、10個やね。買いました。このちょっと変わったテールランプはね日本にないんで、一応試しで 6個ということは2台分。今作ってる一番上の LED ライトアンバーのやつね、これ200個。あとこれどこにでもね貼り付けできるね LED ライトなんですけど、一応 50m 一巻き買って、ここ明るかったらいいなみたいなところにつけます。これも6個、これ2つ、これパンフレットで載ってて見たかって欲しかったんけど、どうやって買っていいか分からないかったんけど、もう現物見てこれにしました。これはねランクルとか、乗用車につけるタイプでいいかなと思う。以上かな。はい。会ってきた人たち、例えばマーティンさんは瀬野さんのことをどう思ってると思います？変な日本人やな。ちゃうの知らんわ。どう思われてるのかなってあんま考えへんから。直接聞いてみました。My first impression, he is very friendly. He makes a lot of laughing. He is very interested in our product range, and he's also gives us the good questions. And sometimes, yes, it is sometimes difficult that we don't speak the same language. But yes, also with the translator, and sometimes by phone, the translation. Yes, we can have a good talk to each other. And yeah, it's a very professional guy. That's my first opinion. めちゃくちゃ真面目に答えてくれましたね。マーティンさん、ありがとうございました。トラックスターは初めて来たのは去年だった。で、
運転手の仕事をしてた時は、ほとんど道を走ってる時には見かけないめちゃくちゃかっこいいトラックがみんな同じ場所に集まるのは本当にすごいと思います。それは今回のメインはトラックスターにね、自分の会社で作ったスカニの出店っていうのが一番いいかなっていう、それが楽しみ。今回緊張って全くないね。もう楽しみのがはるかに上で、緊張なんていうのは全然ない。全ヨーロッパと、ヨーロッパの外にある国もトラックが好きな人たちは本当にいろんなところからこの同じところに集まってこの2日間本当に大きい家族みたいになってみんな楽しく話をしたり自分の経験を他の人と交換したりするのがいいなと思ってます。いざトラックスターへ。